今回は前回ご紹介した気泡を入れたデザイン、それでも十分満足だったんですが、その気泡をですねもっと大きい気泡にしたらもっと面白いかっこいいデザインに仕上がるんじゃないかと思って、今回は大きい泡に挑戦という感覚でデザイン作っていきたいと思います。そして前回と同様にクリア感のあるカラーで楽しんでいきますので、クリアジェルとインクカラーでですねカラーを作っていきたいと思います。そして今回のインクカラーはブラック、そしてブルーのカラーで楽しんでいきます。前回と同様にクリアジェルとインクカラー混ぜていくんですが、この黒のカラーはですね意外と同じ種類のインクカラーでもやっぱりカラーによって若干ですね濃さが変わってくるので、この黒に関してはクリアジェル3に対してインクカラーをですね4滴垂らしました。それでちょうどいいぐらいの感じのカラーになってきました。そしてこのブルーに関してはですねこのブルーは結構濃いめのカラーだったので、クリア3に対してカラー1滴というような感じでこんな風に出来上がってきたんですが、パレット上でちょっとこれくらいの濃さなので爪にのせると若干薄くなるのでちょうどいいかなという感じです。ではこの今作ったカラーをですね早速塗っていきたいと思います。薬指にはブルーのカラー、そして中指にはブラックのカラー塗っていきたいと思います。実はこのカラーブルーはサイダー、そして黒はコーラの炭酸をイメージしてですねこのカラーにしてみたんですが、やってみてちょっと気づいたのがサイダーはちょっといい感じだったなと思うんですけれども、コーラに関しては黒じゃなく茶色でしたよね。そんな感じのイメージでカラー作ってみたんですが、実際思っていたよりもですねいい感じのデザインに仕上がったので、最終的にはサイダーとコーラというイメージではなくなったんですけれども、この後ですね大きい気泡にですね挑戦していきたいと思います。こんな感じでクリア感を出してカラー2色ですね塗っていってください。本当にうっすらブルー、そしてうっすら黒というような感じの仕上がりで問題ないです。でこれもですねこの状態でもうトップジェルでですね最後まで仕上げてしまいます。前回の動画でもご紹介したようにですね、ここのトップジェルのところでしっかりと厚みをですね出していただいて、光のライン通していただくことによって透明感が高くなってきますので、トップジェル大事にしていただくといいと思います。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。このインクカラーを使ったクリア感のあるカラーって私毎回ですねやるたびに思うんですが、濃さを変えて濃淡を楽しむデザインもですねすごくクリア感が生きてくるので素敵だと思いますし、本当にいろいろとですねクリア感のあるカラーって幅広く使っていけるので、いよいよ夏に向けて活躍していけるインクの一つだと思います。では早速またですねこのアイシングジェルとインクカラーを混ぜてですね作っていきたいと思います。今回は2本にですね一つ一つ2色のカラーを楽しんでいくんですけれども、これカラージェルって私デザインをする前に作っていくことが多いんですけれども、このアイシングジェル今回気泡を楽しんでいきたいので、これを最初にですねあらかじめ作ってしまうと気泡が潰れてしまいますので、のせる時にですね一つ一つ作っていただいた方がいいです。まずはサイダーをイメージしたブルーのカラーですね、アイシングジェルと混ぜていきます。前回の動画でもご紹介したように爪楊枝のこの後ろのデコボコしたところでですねこすりつけながら混ぜていくのではなく、このように上にですねトントントンと空気が入るような感じでですね混ぜていくといいです。ただカラーこのインクをまず最初にですね混ぜてしまわないといけないので、インクをしっかりと混ぜてからそこからですねトントントンと空気入れるような感じで混ぜていただくといいです。そしてちょっと思いついたんですけれども、100均の注射器スポイトですね、これを使って以前にスノードームを作った時に買ったものなんですけれども、これで大きな気泡が作れるんじゃないかと思ってこの注射器ですねちょっと使ってみたいと思います。後から注射器はですね爪の上に乗せた状態で使っていきますので、まずはこの今のパレット状のところでですね小さな気泡をですね前回の動画みたいな形で爪楊枝でトントンと気泡ができる限りですね入るような感覚で作っていきます。
ある程度気泡がですね入ったところで、こんな風に爪楊枝ですくっていただいて、爪の上にですね乗せていきます。これ乗せる位置はですね好きな感じにしていただくといいんですが、今回ちょっと大きな気泡を作っていきたいので、ちょっと真ん中あたりにですね乗せてみました。やっぱり気温が高いとどうしても気泡がですねいい感じにできても結構潰れていってしまいますので、爪の上でも気泡できるかなと思って爪楊枝でトントンやったんですけれども、なかなかちょっとできないので、この細かなですね気泡プラス注射器で大きな気泡を作っていきたいと思います。このアイシングジェルのこの横のところからですね注射器をちょっと刺していただいて、その状態で風船と同じなんですけれども、優しく注射器をですね押して空気を入れていきます。これ作っていて結構感動したんですけれども、いい感じに気泡入ってくれるんですよね。しかも思っていたよりも大きめの気泡、巨大気泡が出来上がるんです。想像してたのよりいい感じの気泡が出来上がって、これだけでももう本当に何とも言えない感じの仕上がりになってきていますよね。またここはですね後からちょっとアクセントをつけていきますので、続いてですねブラックやっていきたいと思います。ブラックのインクって結構ですねちょんと置いたつもりがたくさん出てしまうこと結構ありますので、ちょっと入れすぎてしまった場合、ティッシュでですねシュッとすくっていただくと染みてきてすくえますので、ティッシュで調整していただくといいと思います。細かい気泡をですね爪楊枝で作っていただいたら、先ほどと同じようにですね爪の上にこんな風に乗せていきます。ここの中指に関してはちょっと大きめに作っていきたかったので、たくさんの量を乗せたんですけれども、もう少し本当は薄い感じの黒で重ねていきたいなと思ったんですが、ちょっと思いのほか濃くなりすぎてしまったんですが、逆にでもこの濃さがですね気泡が出来上がった時のこの重なりの部分とかで濃淡がですねいい感じに勝手に出来上がってくれたので、逆にちょっと濃いめの方がですねただの巨大気泡ではなくて、なんか本当にアクセサリーみたいな感じで仕上がってくるんじゃないかなっていう感じです。この気泡の入れ方によってこの大きさがですね調整できるんですが、必ずこんな風にしようという風に作っていけるものでもないので、ちょっとその加減を見ながらですねいい感じに仕上がってきたところで素早く硬化していただくといいと思います。気泡と気泡が重なり合っているところもあって、何とも言えない感じのアクセサリーのような天然石のような感じの仕上がりになってきました。インクカラーを使って透明感を出しているので、本当にこの透明感だけで結構輝きが出て、こんなに輝きが出ると思わなかったので、ちょっと自分でもびっくりしたんですけれども、こんなに透明感だけでキラキラ感が楽しんでいけるのであれば、いろんなデザインにですね応用して使っていけるなと思ったので、本当に幅広く楽しんでいけるこのアイシングジェルだと思います。ミラーアクセサリーだけでも十分ですね気に入っているんですが、このアイシングジェルならもっともっといろいろですね幅広くデザイン楽しんでいけると思うので、レジンでアクセサリーを作っていた時みたいな感覚で爪でもこんな風に楽しんでいけるのってすごくいいことですよね。アイシングジェルとインクを混ぜて注射器で気泡をですね作っていくだけの簡単な作業になってくるので、ぜひですねいろいろなカラーで楽しんでやってみるといいと思います。そしてこの黒とこのブルーのところにもですねアクセントとしてワイヤーをこんな風に入れてみました。これワイヤーでなくてもですねチェーンとか使っていただくのも素敵だと思います。もしくはミラーアクセサリーを合わせていくのも一つの手だと思います。ただミラーアクセサリーを細いラインで入れてったりするのはちょっと難しいと思うので、何かでですねちょっと試してみるといいと思うんですが、アクセントの出し方もいろいろなので、私も夏に向けていろいろ楽しんでみたいと思います。そしてただですねこの巨大気泡なんですが、やっぱりぷくーっといい感じにですね気泡ができるんですけれども、ちょっと時間が経つと気泡の部分が膜がですねパリーンと割れてしまうことがありますので、そんな時はその後のところにですねジェルをアイシングジェルですね足していただくと問題なくやっていけるので、ジェルを足して作っていただくといいと思います。では最後に色ジェルのグロッシートップジェルでツヤを出していきます。
インクカラーで透明感を出したジェルなので、これだけでも本当にこの透明感が強いんですけれども、色ジェルのグロッシートップジェルを使うことによってさらにツヤツヤ感が半端なく表現できてくるので、こういったデザインにはもってこいのグロッシートップジェルだと思います。はい、こんな感じで完成になります。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。色ジェルのグロッシートップジェルをコーティングすることによって透明感がさらに増して、このクリアカラーだけでこんなに輝きが出るとは思っていなかったので、私の中でも新発見です。この動画は室内で撮っているのでこれくらいの輝きなんですけれども、天気のいい日に外でですね写真を撮っていただくとすっごく透明感が半端ないです。オーロラパウダーやフィルムを使うのとは違って、透明感だけで輝きを出していくこのデザイン、ぜひ一度楽しんでみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のおてんばした娘、以前からお話ししているようにちび息子に意地悪をするというのか遊んであげているつもりなのかわからないんですが、何かと構いたがっていろいろとちょっかいを出すんですけれども、この時も上娘が買ってきたおもちゃの怪獣かぶり物なんですけれども、それをかぶってちび息子を脅していました。全然怖くないんですけれども、このちび息子もちび息子で真顔でやめろやめろと言っているような感じがして、またまた面白い光景でした。意外にちび息子もおてんばした娘に結構何をされても泣かないんですよね。おてんばした娘は本当にしつこいんですけれども、そのしつこさにも鬱陶しがりつつも泣かないんです。今度は犬のかぶり物、カチューシャですかねまではめられて遊ばれているんですが、何にも気にしないという感じで無視なんです。面白いコンビなんですけれども、でも本当におてんばした娘、ちび息子が生まれてからしばらくはまだまだ赤ちゃんみたいな感じで甘えてくるところがあったんですが、最近なんかぐっと女の子になった気がして、そして自分なりにちび息子の面倒を見てあげて、お姉さん気取りがすごく成長したんです。ちゃんと何か危ないものを口に入れようとしていたりとか、何か危険なことがあると必ずちゃんと私たちに伝えてくれるようにもなって、いいお姉ちゃんになっていっているような気がします。このまま仲良く成長してくれるといいんですけどね。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。